皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は水をテーマにお送りしたいと思います。日本人にとって水というのは蛇口をひねればいつでも飲用できる水が出るのが当たり前になっており、それがなくなるなどの危機感はあまり持っていないと思います。ところが年初から能登半島を襲った地震では多くの地域で断水が発生しており、3月半ばまで復旧のめどが立たないという事態になっているわけですが、こういうこともないと水のありがたみは感じないものです。ところが今回情報シェアするのは、そもそも日本の水資源に対する侵略と言ってもいいような事態が外国企業によって引き起こされ始めているにもかかわらず、日本人にはその危機感がないので深刻な状況になってきているということについてです。今現在の日本では水道事業を海外に売却するという動きがあることは聞いたことがあると思いますが、そもそも国民の命に関わる水道事業を利益追求団体に売るという政策はありえないと思います。このままだと今後の日本では水道料金の高騰によってお金がない者は水を飲めなくなり、さらに水源を外国企業に抑えられることで深刻な水不足になるという最悪のシナリオが現実になってしまうかもしれません。最終的に日本を守るには国民から意識を変える必要があり、一人でも多く危機感を持った国民が増えることしか利権まみれの政治家や外国企業、反日国家から日本を守ることは不可能だと思います。ぜひ最後までご視聴いただき、問題のシェアをしていただきたいと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、水の話というと、2024年の幕開けとともに能登地方を襲った地震によって断水で悩まされている被災地の状況が報道されているので、それを見て水の備蓄は必要だというくらいの認識しかない人が多いのではないでしょうか。それはもちろん重要なことですが、震災時などの特殊なケースだけではなく、日常の生活への支障や食料危機にも大きな影響を及ぼす問題になりかねない事態が今現在日本国内で進行中であることを知れば驚くのではないでしょうか。少し前から日本の水道事業を外国企業に売却するという問題が話題になりました。水道事業の民営化についての動画は過去にも配信しているので、そちらもぜひご覧いただきたいのですが、水道事業の民営化については海外ではその失敗例が山ほどあり、結局は再び公営化するという事態になっています。なのになぜ同じ轍を踏もうとするのかが誰もが思う疑問だと思います。そこにはグローバリストと手を組んだ売国議員がいるという構図になっていることを知っておいた方がいいと思います。現在の閣僚にも入っている議員などが売国行為をしていると思われますが、日本に蔓延する違法薬物の元締めだという説が出るほど腐っているのではないかと思います。そういった噂は火のないところに煙は立たないということで、これらの噂はもしかしてあり得るのかもしれませんが、日本人の生活を追い詰めることになる水道事業を外国企業に売り渡すことに尽力しているわけですから、国民を舐めまくっている証だと思います。ここで簡単に水のことについて基本的なことを確認しておきますと、日本は水に関しては世界で稀に見るほど恵まれています。このことはよく言われていることですので理解できると思いますが、それでも水不足は起き始めているという問題があるという認識も必要です。今回はそのことには触れませんが、夏などには水不足で断水騒ぎも起きています。地球というのは表面積の 70% が水で満たされています。その量はおよそ14億立方キロメートルと言われており、全く想像できませんが、冷静に見なければならないのは、そのほとんどが海水なので飲み水にはならないということです。いわゆる淡水はわずか 2.5% 程度に過ぎないのです。そしてその淡水が多くあるのは南極や北極地域などの氷や氷河として存在しているので、私たちが利用できる水というと地下水や河川、湖沼などに限られますから、地球全体から見るとたった約 0.8% に過ぎず、さらにこの大部分は地下水として存在しているため、河川や湖沼などの人が利用しやすい状態で存在する水に限ると、その量は約 0.01%、10万立方キロメートルしかないということになるのです。と言ってもイメージが湧かないと思いますが、理論上この量は地球上の全ての人口に必要な量は賄えるのだそうです。ところが、ご存知の通り地球には砂漠もあれば豊富な水で満たされた河川もあります。つまり水の分布が不均等になっていることから多くの問題が起き始めているのです。その問題に日本は巻き込まれ始めているというわけです。その問題の主人公はやっぱり隣の赤い国ということになります。本当にあの国のことを知れば知るほど呆れますし、怒りを覚えます。
この動画でも何度も言っていますが、あの国は私たち人類にとって反面教師的な貴重な存在であることは間違いないわけで、それ以外に存在意味はあるのだろうかと感じてしまいます。確かに先のリーマンショック時には世界経済が低迷する中、牽引役となってその復興に一役買ったことは認めますが、そこにも大きなからくりというかインチキがあったわけであり、そのツケが今人類史上最大級の経済ショックとして大惨事になろうとしているのです。そのことは置いておいて、その赤い国は今日本の水資源を狙って北海道の土地を買い漁っています。その量は農水省が2010年から公表し始めた外資による山林買収状況によると、2010年は43件831ヘクタールだったのが、2020年には465件7560ヘクタールと10年間でその面積は約9倍に拡大しています。1ヘクタールは100メートル四方の広さとなりますので、0.01 平方キロメートルになります。ということは 75.6 平方キロメートルの広さということになります。それでもイメージが湧かないので、東京都23区の面積に当てはめてみると、渋谷区、目黒区、墨田区、豊島区、千代田区、中央区の面積の合計が隣の赤い国をはじめとする外国企業に買われたことになります。ただし個人名であったり代理購入などによって確認できないものがどれだけあるかは確認できないため、実態はもっと深刻な状態になっていると思います。ちなみに水とは関係ありませんが、隣の赤い国の資本が太陽光発電などのエネルギー事業者として買収に関わったとみられる土地は全国で約1700カ所に上り、リゾート開発なども含めた隣の赤い国の資本が自衛隊施設などの周辺で土地買収に関わったとみられる事例も約80カ所確認されています。水源の話に戻しますが、これらの問題が厄介なのは、日本の法律の場合その土地の地下水も土地の所有者のものであるというところにあります。ざっくり言えばどんなに地下水を汲み上げても法的な罰則はないことになっています。そうなるとどうなっていくのでしょうか。あの国のことについていつも言わせてもらっていることですが、あの国の国内で何が起きているかを常にウォッチしておかないといけません。というのは、あの国は環境や人権についてありとあらゆる弊害を生み出している珍しい国家です。だから反社会国家という認定をするようにと世界が動き始めているのですが、問題はあの国の国内で起きていることを他の国でも展開していく厚かましさだと思います。あの国の水不足は深刻だというと、毎年起きている洪水被害を知っている人は意外に思うかもしれませんが、あの国の1人当たりの水資源は世界平均の4分の1しかありません。どういうことかというと、あの国の都市の 90% の地下水、河川、故障の水の 75% が汚染されているので飲めないということです。またオーストラリアのシンクタンク、ローウィー研究所によれば、中国の地下水の 90% は飲用不可能で、農業や工業用に適しているのは半分程度であるようです。しかしその汚染水によって育った野菜や水産物を食料としていたり、汚染された水道水を使った偽物のミネラルウォーターなどの普及によって毎日7億人が汚染された飲料水を飲んでいることが原因で、驚異的な速さでこの世から消える人たちの増加現象が起きています。これが人口減の原因にもなっているのでしょう。彼らは利益のためなら何でもします。あの国の国内では地下水を限りなく汲み上げることで地盤沈下は深刻になっておりますし、工場排水においてもまともな国なら環境対策にコストをかけるところを全く関係なく河川に流します。それによって経済発展してきました。またあの国は大きく言うと北の方では水不足が起きており、南の方では洪水が起きているという感じです。あの国の水不足問題を解決するために現在の政権は何をしているのでしょうか。水不足、電力不足対策に他の国にまたいで流れる川の上流にダムを作ってしまい、多くの国との軋轢が発生しています。日本は島国なので国際河川という言葉をあまり耳にしないと思いますが、例えばメコン川というものがあります。メコン川はチベット高原から始まり、ラオス、ミャンマー、タイ、カンボジア、ベトナムをまたいで南シナ海に流れています。全長約4350キロにも及ぶ広大な川で、日本が北海道から沖縄まで約3000キロだということを考えるといかに広大な川か理解できると思います。その川の上流であるチベット高原を侵略し実効支配しているあの国は、自分の国の北部にまで水を流すため、電力不足を補うために十数箇所のダムを建設して下流域に住む数千万人の人たちの生活に悪影響を及ぼしています。水不足による影響は農業や漁業にも出ており、
あの国に抗議したとしても一向にやめようとしません。むしろ政治利用をし嫌がらせをするといういつもの手口を実行します。私はかつて仕事柄あの国の人たちと関わることが多かったのですが、海外であの人たちと同じホテルに滞在するだけで不幸な目に遭います。昼食をバイキング形式でいただく場合、狂ったように料理を皿にてんこ盛りにし、並んでいる列を無視して自分の仲間の皿にも横からどんどん盛り付けていきますから、真面目に並んでいる人たちの分などありません。そして食べ残し、食べ散らかして帰ります。あの国はそういった国民が大多数を占めて形成されていますから、国際問題が絶えず起きるのは仕方のないことだと思います。もちろん全員がそんな人たちではないと思いますが、国民の構成比率の問題でしょう。あの国が水で揉めているのはメコン川だけではありません。ロシアとも一悶着ありました。世界最大の淡水湖で有名なバイカル湖は、総面積3万1500平方キロメートルもあり、東京都の約 1.5 倍の広さもあります。そのバイカル湖であの国の事業体は、2017年に長さ1000キロのパイプラインによってバイカルの水の輸入を、そして2019年にはボトリングによる輸入を試みたそうです。パイプラインはモンゴルを横断して中国の甘粛省に水を供給する予定だったのですが、この計画は当時のロシアの農業大臣や中国のシンクタンクも支持していたものの、ロシアの環境保護団体が反対の声を上げ、プロジェクトは頓挫しています。今挙げた例はほんの一部であり、日本以外の国では水の確保が深刻な問題になっていて、国家間の紛争にもなりつつあるというのです。そんな中、隣の赤い国にとって北海道というところは、水の確保と侵略計画、軍事的なメリットが魅力になっているのではないかと思います。今のところ地下水を汲み上げて輸出しているというような動きは見られないようですが、一体何を目論んでいるのか分かりません。あの地に外国人が大量に移り住み、日本人が肩身の狭い思いをして生きるという世界が実現してしまうのではないかと思いますし、水道民営化にしてもどんな品質管理を実行するのか分かりません。このチャンネルをご視聴の皆さんの情報リテラシーなら、ケムトなんとかという化学物質を大気中にばらまかれていることもご存知でしょう。浄水場の貯水槽に流行り病蔓延対策と偽ったあれを混入される可能性すら普通にあります。これらは決して考えすぎではありません。現実的に日本以外の国では、流行り病蔓延防止対策としてのあれに何が混入されていたかという事実は明らかにされており、意識の高い国の国民の運動によってあれはもう禁止になっている国もあると聞きますし、製造会社は虚偽表示で訴訟されています。ところが日本はそれらの動きと逆行しているのではないかと思うような政策をとっています。これらの悪性は国民が何も知らないことが発端になっていることは間違いありません。今の日本においては、残念ながら国民に主権があるという超基本的なことが崩れていると思いますので、こちら側が賢くなるという自覚を持つことが求められているようです。いかがだったでしょうか。日本の政府というのは、特にあの国に対しての政策が甘すぎるというのを感じます。日本の国土を守ることに何のためらいや問題があるのか分かりませんが、おかしなことを野放しにされたままになっている原因は国民に問題意識が欠如していることから来ていると思います。バイカル湖の水を守ったロシア国民には、環境に対する問題意識だけでなく、あの国と関わることの危険性をある程度認識していたのではないでしょうか。残念ながらあの国による日本への工作活動は想像以上に進行しており、それは沖縄の状況を見ても明らかです。それに対抗するには、私たち国民が問題意識を高めることではないかと思います。そうすることで、すでにこのような問題に対して奔走している議員たちの背中を押すことになり、対策が一気に進むことになると思います。そして地球にとってほぼ害でしかないあの国から日本を守るためには、同時進行で彼らのことをよく知る必要があると思います。今現在のあの国の国内状況は最悪な状態になってきており、国家存亡の危機に瀕しています。今ものすごい勢いで富裕層が国外脱出を始めており、それを察知したアメリカなどでは共産党員とその家族、親族までも入国できないように対策を打ち出し始めました。あの国のことをよく理解しているからです。そうなると日本がますますターゲットになってくると思います。あの国からの工作を受け、抱き込まれている議員は誰なのかという視点を持って政治を眺める必要もあります。いつも言っていることですが、まずは私たちが問題の存在を知るところから始めるだけで事態は大きく好転します。この動画がそのためのお役に立てればと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、
皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。